皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。この番組ではちょっと難しい話だけど、私たちの将来のため、地球の未来のため、今理解を深めておきたい問題を取り上げてお話ししていきます。大事な問題についてじっくり深く考え、自分なりの視点や意見を持つ、そんな時間を一緒に過ごしましょう。宮崎智美の考えるラジオ始まります。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。今日のストーリーテラーは宮崎智美さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。今日はどのようなお話を？今日はですね、再生可能エネルギー、太陽光発電や風力発電から得られるエネルギーですけども、それのコスト、発電コストがですね、下がってきまして、とうとうあらゆる燃料よりも安く発電できることになったという報告書が出てきました。その話をしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。電力については、この番組では、何度か取り上げてますけども、非常に扱いにくい。これは貯めることができないので、需要と供給というのを常にぴったり合わせていかなければいけないと。そういうのが電力事業者が常にやっている、求められてやっていることです。はい、で、要するに水だったら屋根の上にバケツや桶のように溜めておけば必要な時に使えますけども、電気はなかなか溜められないということで、100必要な時には100の電気を用意して供給しないといけないと。そういう80だったら80、120だったら120、そういうふうにしなければいけないのは電気だと。そのなんかバランス崩れちゃったらどうなっちゃう？崩れるとですね、これ周波数がですね、東日本だと50、西日本だと60って決まってますよね。それが崩れてしまうので、ありとあらゆる機械類に悪影響を及ぼしますし、あと発電設備そのものにもダメージを与えて停電の原因になります。ですから常に同時同量、需要に合わせて供給量というのを常に合わせていかなきゃいけないという、それが電力事業の難しいところ、電気の扱いの難しいところです。でどういうことかというと、調整しやすい発電方法というのが一番使い勝手が良くて、調整しにくい発電方法というのは、いくら安く発電できたとしても使い勝手が悪いと。で、特にその再生可能エネルギーはですね、これまで発電コストも高かったし、発電するためにいくらお金かかるかっていうのも高かったし、でしかも発電にムラがあって、人々が調整できない、お天気任せ。風が吹いたら発電できるけど風が止んだら止まってしまう。太陽が出てきたら発電どんどんできるけども、曇ってきたら発電量が下がってしまう。これ調整できないですね。思うように調整できないというので使いにくい電力だったんですね。ですからコストも高いし、ムラがあって、とてもその同時同量を達成するのにそれが入り込んできたら、やりにくくて仕方がない電気だったんですよ。再生可能エネルギーで得られる電気っていうのは。やりにくくて仕方がない。そう、同時同量の調節を必死になって、需要量を見ながらですね、合わせようとしてるのに、そこから得られる電力というのはムラがあって、ここで上がってもらったら困るっていう時に上がったり、下がったら困るっていう時に下がったりしてしまうと、他の電力発電方法で得られた電気で調整しないといけないですね。太陽光がこのレベルまで来てほしいのに来なかった分、LNG ガスですね、天然ガスをいっぱい燃やして発電してその分を足りるようにするとかですね、合わせるという、そういう他のもので調整を必死で
やんないといけないんで、いくら環境に優しいといってもそれが入ってくることによって、電力事業っていうのはものすごくやりにくい、そういったのが再生可能エネルギーで得られる電力だったんですよ。そういうことなんですね。はい、ですから確かに環境に CO2 の排出量は、ゼロですから、太陽光ゼロですから環境にはいいんですけども、電力としての扱い、非常に問題があったと。当然そういうふうに、やりにくいってことはその分やりにくさコストみたいなのもかかってるってことですか？そうですね。だからその調節コストで、じゃあ再生可能エネルギーの発電設備をどんどん入れればいいかというと、入れた分ですね、その調節幅が大きくなるので、それに見合った調節可能な別の発電方法の発電所っていうのをバックアップで用意しないといけない。だから再生可能エネルギーの比率を高めれば高めるほど、調節のための発電方法も準備しないといけない。じゃあ調節のための仕組みみたいな準備しないといけないから、もう発電所だから火力発電所を作るとかですね、そういうのをしなきゃいけないっていうことだったんですね。ですから再生可能エネルギーっていうのは、環境保護という意味では、推進すべきだけども、そんなに、すぐにどんどん使えるっていうふうにはしませんよっていうのは、大きな理由はそこなんですよ。だったんですよ。だった。はい。それがですね、一挙に解決してきたのが今般の蓄電池。この性能アップ、それとコストダウン。で、さっき言った扱いづらさは、ためにくさのところから発生すると言いました。蓄電池は電気を効率よく貯めることができて、それが今まで性能が低かったし、コストもかかっていたので、これは使えないなというのが電力用の蓄電池だったんですが、これは一気に性能がアップして、お金も安くなったと、コストも安くなった。水をバケツに貯めるように、蓄電池に電気を貯めて、それを使えばいいという、だから安いバケツができた。なるほど。でこれの影響といいますか、効果は計り知れなくて。計り知れないんですか？これまで使い勝手が悪いとして敬遠してきた再生可能エネルギーがいくらでも取り入れられると。まずムラがなくなるということです。でしかも、発電コストが安いとなれば、それを使った方が当然そうですね。経済効率もいいわけですね。ですよね。今までは使いにくかったからちょっと遠慮してもらってたけど、もう平準化された蓄電池の力で平準化された電力が系統の電力網に流し込まれる以上、これはものすごく使い勝手がいいわけですから。でしかも今回安くなってきたっていうことが分かった。環境にもいいし、お財布にも優しいという、もうこれは使わない手はないっていうのがとうとう今年やってきたということですね。その報告書が出ました。で、報告書を出したのはこの、再生可能エネルギーの、協会です。国際再生可能エネルギー機関、IRENA と言いますけども、こちらの報告書になります。これが5月初旬に、報告をしました。これによりますとですね、1メガワット時、1メガワット時っていうのはどれぐらいの電力量になるんですか？これはですね、3から5世帯が1年間に使う電力量と言われています。でこの電力量を発電するのにかかるコストが、2020年太陽光の場合100ドルかかっていたと、日本円で1万6000円ぐらいかかってたということですが、2025年ですね。ですが5年間でぐっと安くなって54ドルから82ドルになったということです。で一方これと比べるのが化石燃料ですけども、例えば石炭は70ドルから85ドルと言われています。
であとガスですね、天然ガス、これはやっぱり100ドルを超えてくると言われてますので、こういった、化石燃料なんかより、平均すると安くなってきたと。本当安いですね。はい、でもう安いということはですね、それだけで、選択すれば経済効率は上がるということです。で一方、先ほど申し上げましたそのムラのあるっていうところは、この蓄電池の性能が上がってきたということで、取り払われるということで、でこの54ドルから82ドルっていうのはですね、実は太陽光発電の設備プラス蓄電池のコストなんです。蓄電池もシステムに入れ込んだ値段なんです。ですから、今までムラムラのある太陽光による発電の電力ではなくて、もう平準化された蓄電池によって、フラットになった、電力、これが、54ドルから82ドルで供給できるということなので、もう化石燃料より安く電力として使えると。多分これ素人想像ですけども、発電所作るのにもすごく化石燃料だと時間かかりそうじゃないですか。そうですね。で太陽光パネルの設置っていうのは、割と短工期でできますね。短い工期でできます。でしかももちろんその環境負荷はその、山を削ったりするということで環境問題になりますんで、場所はよく選ばないといけないと思いますけども、その火力発電所あるいは原子力発電所なんかは、海岸にしか作れないとかですね、そういう立地の制約もありますし、あと、周辺住民との協議ですね、環境アセスメントとか、もちろん太陽光パネルについても環境負荷がかかりますから、その辺は、厳しく見ていかなければいけませんけども、圧倒的な違いはその建設の工期ですよね。で特に建設コストが急激に上がっていて、長い工期でやってる工事っていうのは別に発電所に限らずですね、急激なコストアップで大変な目に遭ってますよね。当初の見込みからもう何倍も建設コストが上がってしまって、これは一つは、建設資材の高騰、あと人件費ですよね。長期にわたればわたるほど、その分、投入しなければいけない延べ人数っていうのは増えますから、人件費が膨れ上がると、そういうことになります。ですから工期の短さとも考えて、導入もしやすいということですね。ですから一気に、再生可能エネルギーの利用の可能性というのが、高まる、この瞬間が今年やってきたということですね。これは大きな転換点になると思います。というのは今までですね、再生可能エネルギーの方が環境にはいいと、CO2 二酸化炭素、地球温暖化ガスを出さない、再生可能エネルギーというのはこれは環境にはいいと、これは、その通りとして、ほとんどの人に受け入れられていたんですけども、やっぱりコストが高い、それと電力として使うには使いにくいということで、なかなか、敬遠されていた部分があるんですけども、これがその経済という意味では、経済を既存しないといいますか、コストが安いわけですから、他の化石燃料に比べて安くなったわけですから、これはその経済を犠牲にしてまで入れるのかっていう議論っていうのはこれがなくなるということです。こっちの方が経済コスト的にいいわけですから、経済を犠牲にしてまで環境のことを考えなきゃいけないのかとか、やっぱり経済のことも考えなきゃいけないんじゃないかということで抑えられていた部分が取り払われる。そのやっぱ再エネ推進に懐疑的な人ってやっぱりその辺を結構気にする。そうですね。いろいろな理由はあったかと思いますけども、コストが高い、じゃあもっとコスト安いものを使う方がいいんではないかということですね。ですからそれが、今年
一気に潮目が変わるということになると思います。で再エネ日本にとって、良いのは、日本っていうのはほとんどのその発電原料ですね、燃料は海外頼ってきたわけですね。はい、LNG にしても、はい、ウランにしても、はい、石油、石油火力はだいぶ規模はちっちゃくなりましたけども、にしても海外から輸入してたわけですね。はい、でその調達コストっていうのはバカでかいものがありました。ただ再生可能エネルギーは太陽光は天から降ってきます。これは輸入しなくていい、日本に降り注いだものが使える。風力も日本に吹く風を受け止めて使うということで、いわゆる発電燃料の輸入コストっていうのはこれが省けるわけですね。これはものすごく大きなところで、有利じゃないかと言われてたんですけども、それでもやっぱり先ほどから申し上げてます理由で、ちょっと抑制気味だった、それがもうそのもの発電コストそのものも安くなったし、ムラのあるという一番使い勝手が悪いと言われてたところも、蓄電池で解消されたということですね。コストっていう意味で言うとトータルでは分かるんですけど、個別に蓄電池とかパネルとかってそれはどれぐらい下がってるんですか？例えばこの5年で見ますと、太陽光パネルの設備の部分っていうのは 87% 低下コスト。すごいですよ。 87%。 すごいですね。であと風力陸上風力をちょっと考えてください。洋上風力と陸上風力ってあるんですけども、海の上で風車を立てるやつと山の上に立てるやつ、この陸上風力で考えると 55% 低下。半分近く。その設備ですね。ただ一方でちょっと建設コストは全ての建設で上がってますんで、建設コスト上がってるんですけど設備コストはそれぐらい下がってると。で極めつけは蓄電池のコストはなんと 93% 下がって、これがやっぱり衝撃的なコストダウンにつながってる。蓄電池が 93% 下がったってことは100円が7円7円に下がったということですね。これはもう画期的なことですね。ですよね。それだけ電池に対する開発っていうのが進んでいったということですね。技術開発も進んで、生産技術の開発も進んで、で EV の競争の結果、性能がぐんぐん上がっていって、でこの電力の系統用の蓄電池というのは EV ほど性能は高くなくていいので、そうなんですか。据え置き型ですので、EV というのは自分が乗っかって走っていかなきゃいけないんで、自分の重さがあるから重いとダメなんですよね。だから重さに対するパワーエネルギー密度と言いますけども、据え置き型で対応できるこの系統用の蓄電池というのは自分はもうずっと地面の上にドカンといればいいんで、重くてもいい、いわゆるエネルギー密度がそんなに高くなくてもいいということで、性能はそんなに EV の電池ほどは求められないんで、こっちへ回す分にはものすごく回されてコストも安くなってきたということですね。でやっぱり大きかったのはリン酸鉄リチウムイオン電池という、リチウムイオン電池の中でも、いわゆる、値段の高いコバルトを使わない、コバルトが高いんですよ。コバルトが高い、それが鉄ぐらいで済むというので、抑えられたっていう、これは大きかったですね。なるほど、LFP というやつですね。リン酸鉄リチウムイオン電池、コバルトっていうのは世界でもものすごく資源が偏在して、アフリカのコンゴ盆地に集中してあるということで、偏在していて、レアメタルの一つで、中国なんかがどんどん権益を抑えていたというところで、高かったんですけども、それを使わないリチウムイオンのタイプの電池が開発されたということでぐんと下がってきました。
でこれはまあ安全性も今発火事件がリチウムイオン電池多発してますけども、一般家庭でも、先般も東京都内で、なんか家一軒が焼けてしまう、なんかおもちゃに使ってたリチウムイオン電池ですね、はいはい、ハッカーでなんか爆発的に燃えたって言ってましたけども、そういうのがありましたけども、リン酸鉄リチウムイオンは安全性は普通のリチウムイオンよりもかなり良くなっていて、でしかも先般番組で取り上げましたナトリウムイオン電池なんかは安全性はさらに、向上している、はいはい、そういう電池の開発というのが、大きく寄与しました、はい、でそうなりますとですね、ちょっとこのグラフを見てほしいんですが、これがまあ太陽光発電プラス蓄電池のコストの下がり具合です。でこのニュースのさらにすごいところはですね、2020年から2025年に大幅に下がったと。この青い線がアメリカで、一番下にある赤い線が中国です。だから中国がやっぱりコストものすごく安く仕上げているってことですね、太陽光発電のコスト。まあアメリカはちょっと出遅れてると言われてましても、この勢いで下がっていってると。で今回のニュースですごいのは、この先もですねぐんぐん下がるという予測があるわけですね。2025年から2030年にかけても、世界平均で 32% さらにコストが下げられると。なるほど、はい、そういうことです。でその後も2030年から35年にかけてもまた格段に下がっていくと。で中国なんかは2035年には33ドル達成するんじゃないかと。ですからまあ LNG 天然ガスの方を100ドル超と言いましたけど、これはちょっと下がるのか上がるのか、どれぐらい上下するのか分かりませんけども、現状の100ドルとすれば3分の1のコストになるわけですね。これ蓄電池入れた値段ですからね、蓄電池プラスの太陽光発電ですから、それがもう化石燃料のちょっと化石燃料の方の現在地との比べっていうちょっと変則的な比べですけども、3分の1ぐらいになってしまうということですね。これは国っていうのはどの国で？はい、国別に太陽光の設置場所の自然環境によるものもありますし、あとその蓄電池の性能とか作り込み具合でやっぱり中国が今世界をリードしているということですね。日本はないんですね。この、調査に日本単独の数値は入っていません。入ってない。はいはい、それで、先ほどのその太陽光発電の使いにくさっていうのをちょっともう一度説明したいと思いますけど、これ実は九州電力のホームページにあります、電力需要に対してどういう発電でその電力需要を賄って供給しているかということです。で原発と地熱と水力、この下にこれありますよね。これはいわゆるベースロードって言われるやつです。安定して同じこれはねずっと回しっぱなしにするのが最適な発電。そうなんですか。だから原子力ってこう調整をいちいちこう上げたり下げたりできるんですよ、はい、その燃料棒、制御棒でこう強く調整できるんですけども、とりあえずこの発電種類の中では水力原子力っていうのはコスト的には安いので、安いのはもう24時間回しっぱなし、無駄な調整なんかせずにドーンと流しっぱなしで、回しっぱなしで発電すると、これがベースロード電源、よくなんか主力電源一番主力なのは何なのかで原子力にするのはけしからんとかね、そういう議論なんか国会でありましたけど、ベースロードっていうのはこういう使い方の問題です。使い方の問題です。はい。なるほど。基本とかそういうふうに考えるとちょっとそれを基幹エネルギーにするのかみたいなね、ちょっととんちんかな質問が出たりしてましたけど、要するに24時間回しっぱなしにするのが最適な発電方法がこの、水力原子力地熱と言われてますね。だから調整は火力発電に
石炭と LNG とに任せるわけです。こうもう上げ下げは火の炊き方を変えたら出てくる電気が変わりますから、もっと欲しいなって言ったらもっと燃料くべればそう石炭をくべればっていうのをやる、いわゆる調節に使う電力が発電方法が石炭 LNG ですね。だからこれで一生懸命実は調整してたんです。その太陽光のこの日中のドカーンっていうの塊をですね、がお日様出てるのはこの昼間だけなんで太陽光はいっぱい発電するじゃないですか、でしかもフィットで発電されたものは買い取るじゃないですか、固定価格で、ですからこれはいっぱいここに昼間に出てきてしまうんですね、太陽光発電の。でそれを石炭火力とか LNG とかで、調整してこの赤い需要カーブに合わせる、これを上げたり下げたりつないだり外したり、並列つなぎしたり並列を離したりというのを必死で九州電力はやってたわけです。なるほど。でしかももうその火力 LNG で調節がもうどうしようもできない時は、発電コストものすごい高いんですけど、こう揚水で電気を使って下のプールから上のプールへ水をあげて、でこの夕方の18時から19時ぐらいの一番ご帰宅してクーラーつけて、ボーンって家計部門の電力所が出るところにこう上にせっせと高いコストをかけて上げた水をドーンと下に落として揚水発電をして賄うと。マッチポンプな状態で。そういうことをやってるわけです。やっても無理やり調整するんですね。このやっぱり太陽光発電っていうのはこの需要カーブに合わせるっていう意味では、非常に使いづらいっていうのはここの絵からよくわかると思います。だから太陽光発電風力発電を入れれば入れるほどこの LNG と石炭の余力っていうのを持たなきゃいけない。こう調節電源の需要カーブが低いときはいっぱい炊かなきゃいけないですから。じゃなくてその需要ないときは眠ってるわけです、機械はもう止めてでたまにこう太陽光発電がこの LNG とか石炭火力を全部やめても抜き出ちゃうとき、需要カーブを超えちゃうときは、これがいわゆる再エネを捨てるっていう、よく言われてますね、無駄にしちゃうっていうことですね。そういうことなんですね。ですから今まではこの調節ができないがために他の発電方法 LNG 石炭火力で必死になって調節していたと。ただ、今回この蓄電池が発達したことでコストも下がって性能も上がったことで、この太陽光発電がそもそもこんな形で供給されない、もう発電は昼間にするけども発電所で貯めといて、でむしろ夜に平準化して流せば、だから逆に言うとベースロードとして使えなくもないわけです。使えなくもない、そうするとこの、上の調節作業っていうのはいらなくって、ましてや捨てなきゃいけないっていうこともないし、でしかも化石燃料なんかよりも安いとなればですね、かなりのこの扱いの良い電力になるという、そういうことですね。すいません、アホみたいな質問していいですか。これ水力ってなんでこうちょっとこう起伏があるんですか。これは一応ね、水の落としたり水の弁を割と回しっぱなしでいいんですけど、コストが安いんでいいんですけど、ちょっぴり調整にも使える。原子力なんかよりも調整できる。もうこの水の線の開け閉めの話なんで、調整にも使える。ただ本当は24時間ずっと使ってるっていうので、使うのが最適とされているベースロードの発電の方法ですね。
なんか地熱も頑張ればいけそうな気ますけど、なかなか地熱って難しいんですよね。地熱はですね、日本の場合は火山がいっぱい、温泉がいっぱいでいいんですけど、今言われてるのはやっぱり自然環境、だいたい国立公園の中にあったりするんで、なるほど、はい、だからそれをどういうふうに利用して、その中に発電所作ったりすると、いろいろな方法が編み出されて、地表面の自然環境を破壊しない方法でうまく使う方法とかいろいろ研究はされてますけども、日本にとっては地熱っていうのはものすごく豊富ですから使いやすいですけども、これも自然から得られるエネルギーですのでね、だからこの太陽光の扱いづらさが解消されて安くなってきたっていう話ですね。でちょっと原子力との比較についてはですね、回を改めてじっくりやりたいと思います。そこは原子力はですね、面白そうですね。今でもね安いという数字が出てたりするんですよね。これで見るのがいいのかな。はい、ちょっと原子力、これは自然再生可能エネルギーが左の4つですね。これ蓄電池の分を除いてます。これ日本の経済産業省の資料ですけども、いわゆる蓄電池で平準化する前のコストです。ですがもうすでにこれいろんなコストが積み上がって、こういう資本費、燃料費、CO2 対策費とかいろいろありますけども、そういうのがで、原子力ね、これ低いですよね。低いですね。これで収まるのかっていうのがいつも議論になってますけど、特に政策経費、これもっとかかってんじゃないのっていうような指摘が毎回入ります。政策経費というのは例えば立地にかかる、原発を建てるって大変ですよね。大変ですね。あるいは、廃棄物、放射性廃棄物を捨てる場合、南鳥島とか言ってますけども、そういったもの、これも政治的な政策経費っていうのはかなりかかります。こんなもんじゃないだろうって言ってもないだろうとかね、いろいろ議論が出てますので、こういったちょっと難しい点はちょっと回を改めて原子力についてはやりたいと思います。なんかその価格心に迫る感じがして、今日ちょっと化石燃料との比較ですけども、既存の、太陽光発電だいぶ安くなってるのはもうこの計算資料でもだいぶ太陽光なんかでも安くはなってるっていうエビデンスは出てたんですね。ただこのムラがあって、でちょっとこのグラフを見ていただくのは一番左、太陽光事業用ってありますけど、これ3つありますよね、ポンポンポンと。で一番右の濃い青いのがこう急激に増えてますね。これが A、B、C ケースってあって、再エネ容量をどれだけ入れるか、4割入れるのか5割入れるのか6割入れるのかっていうので上がっちゃうよっていう、要するにさっき言ったムラをなくすための費用っていうのがかかるんで、6割入れちゃうとこんな突出しちゃう。そうだから再エネは使えないんだ、そんないっぱい使えないんだと、4割ぐらいにしとかないと、4割だったら他の発電よりもねコスト安く済んでますよね。4割ケースだったら原子力なんかよりも下行ってますよね。確かに。ただこの6割入れてくるとなるとさっきの調節、必死な調節ですね、火力、石炭、LNG 上げたり下げたり、あるいはその設備を作っとかないといけないですからね。いけないから高くなると、調節の幅が大きくなればその分の火力発電所っていうのは持ってなきゃいけないですから、そのために費用がかかるっていうのがこれはよくできたグラフですけども、これでもって再生可能エネルギーがそんなにたくさん使えばいいっていうもんじゃないよっていうグラフだったんですね。これを突破したのが蓄電池。これ2040年の電源システムについて書いてありますけど、2040年
の予測がこれなんですか。2040年にどういう電源比率で持ったらいいかっていうのを発表したんですね。はい、ありますね。だから原発を再稼働させるとか、リプレイスとかっていうのもそこに入ってきましたけど、再生可能エネルギーも使うんだけども、そんないっぱい6割も入れていくとこうなるから使えないんだぞっていうのは今のところのこの前提全部崩れちゃうじゃないですか。全部って言いますか、今回ですからもう一度この計算をしないと。だからやっぱり蓄電池の発達ですよ、技術開発ですよ。これを織り込んでもう一度計算しないといけない、するべきだと思いますね。じゃあ皆さんこれよく覚えておいて、次の発表がどうなる、次のポイントはこれです。なるほど、このグラフがどう変わるかっていう。はい。だから再生可能エネルギー、なんとなく国の半分ぐらいの人はネガティブじゃないですか。ですよね。なんか懐疑的な人多いですね。はい、もちろんいわゆる地球温暖化問題に懐疑的な人もいるんですけど、ちょっとそこまで入れちゃうと議論が拡散してしまうんでなんだけど、エネルギー何でもって発電するかっていうのを考えると、太陽光を無駄に捨ててるじゃないかっていうさっきのね、問題、調節しきれない分が出てきたら捨てなきゃいけない。ただ調節っていうのは何で必要かっていうと、ムラがあるからだと。ムラがあるのはためらえないからだと。でもためらえる装置ができたと。ものすごくいいものができたと、なると、その前提は一からガランと変わっていくということです。ですから次のこういった将来のエネルギー、どういうふうな発電方法を取っていくのかっていうロードマップが示される時っていうのは、今回のこの蓄電池の発達っていうのは織り込まれないといけないっていうことです。ないといけませんよね、当然ね。それでもって、何がベストチョイスかっていうのを考えていくということです。もちろんこれがいいとなったらね、みんなこれに集中するんで、これにしか使われないある資源に需要が殺到したりして、そこにそういうのもあるんですよ、もちろんね。だから今回コバルトがつかなくていい電池がどんどん出てきた、開発されたっていうことで、少し前はね、じゃあコバルトどうすんだっていう、なんかそういうテスト結構いましたよね。そんなどんどんね、蓄電池のコストが下がるったって資源がないのにどうやって下がるのか。どの国も蓄電池作れってなったら、そのコバルトの奪い合いになると、今後盆地に行かなきゃいけないので、行ったらもうみんな中国の旗が立っていたっていうそういうふうになったら大変だっていうのがあったんですけども、コバルトを使わない電池の開発っていうのは急速に進んできたと。それが電気自動車の価格低下にもつながっていますし、この電力のこの系統用蓄電池のコストダウンにもつながってきたと。逆の見方したら電気自動車をせっせと作ろうとしたから下がったってこともあるわけですよね。あります、そこで技術開発も進んだ、低地用の系統用の蓄電池よりもさらにいいものを作らなきゃいけないところで切磋琢磨したので、ものすごくいいものができたということですね。そういうことです。ですがこれでもってかなり、CO2 排出量の多い産業の一つである電力のところ、これが CO2 かなりゼロに近づけられるということですね。あとセクター別で言いますと、鉄鋼、セメントあたりをどうしていくかですね。でもこれ一つ解決、ここからのつながりでいくと、再生可能エネルギー、これは一番コストが安い発電方法だということで、これは再生可能エネルギーで電力を作って、その電力を使って水素、電気分解で水素を作れば、これグリーン水素っていうんですよ。グリーン水素って、水素ってなんかいろいろ色があるらしいですね。本当はないのに、グリーン水素とかブルー水素だとか、ピンク水素、そんなものあるんですか。これ一部の人しか使ってないのかもしれませんけど、原発で
電気分解、水を電気分解、ピンク水素っていうんですか。一応なんかそういうジャンルが一部で使われてます。なんか生めかしい水素ですね。だからブルー水素はなんか二酸化炭素を地中に埋め込むのと一緒にしたやつで、グリーン水素はもうまるっきり再生可能エネルギーの電気を使ってやったら CO2 は一番少ないというかほとんど出ないという、だからグリーン水素をこれで作って、それを製鉄、水素製鉄、水素還元鉄とかそういった今まで炭素で酸素を奪っていたのを水素で酸素を奪うという製鉄方法、技術的には可能なんで、それやっていくと鉄鋼部門も、いわゆる、グリーンカーですね、 CO2 排出が減らせると、ただちょっとお金コスト面はどれがかかるのか、かなりかかる、今現状ではねかかると思いますが、そのあたりも、審議が進んでいます。鉄鋼部分ですね。はい、ですからやっぱり技術開発が、環境に対してこう、もちろん産業の進展とかね、環境に負荷をずっとかけてきたんですけども、この蓄電池の開発、そのコバルトを使わなくていいという、鉱山開発でも公害出ますからね、レアメタル取った時、いろんな有害物質が川に流れ出たりしますけども、そういったものもなるべく負荷をかけない電池っていうのがこれからもどんどん開発されていけば、さらに、このいわゆる地球温暖化問題というのの解決に一歩近づけるということだと思います。今日は、蓄電池が、発電コストを下げるという話です。ちょうど報告書が出まして、この話を何回か取り上げてたいいタイミングで報告書が出てきました。今日はどうもありがとうございました。